北太平洋水深5400メートル、太陽の光すら永遠に届かない絶対の暗闇の中に、かつて世界の海を震撼させた巨大な鉄の城が眠っている。大日本帝国海軍栄光の第一機動部隊、その主力空母である赤城、そして加賀の残骸である。1942年6月、太平洋戦争のターニングポイントとして歴史に深く刻まれたミッドウェー海戦。圧倒的な戦力と無敗の誇りを胸に出撃した日本海軍は、なぜこの絶海の孤島で壊滅的な敗北を喫したのか。戦後長く語り継がれてきた運命の5分間という悲劇的な神話。しかし近年の日米双方の公文書開示と徹底した資料検証は、我々に全く異なる真実を突きつけている。これは不運が重なったがゆえの敗北ではない。情報、組織、そして慢心という病理がもたらした必然の破滅であった。日本海軍の敗北は、ミッドウェー沖で放火が交えられるはるか前、見えない電波の戦場においてすでに決定づけられていた。真珠湾攻撃以降、破竹の快進撃を続ける日本軍の背後で、アメリカ海軍は驚異的な執念を持って日本の暗号解読を進めていたのだ。日本海軍が絶対の自信を持っていた暗号 JN25B は、ハワイの地下室で不眠不休で働く暗号解読班によってすでにその一部が丸裸にされていた。解読された伝聞の中に頻出する AF という謎の2文字。アメリカ軍はそれがミッドウェー島を指すのではないかと推測する。そして彼らは一つの罠を仕掛けた。ミッドウェーでは真水が不足しているという偽の平文通信を意図的に発信させたのだ。数日後、日本の暗号通信がそれを傍受し、 AF では真水が不足と打電した。この瞬間、狩る者と狩られる者の立場は完全に逆転した。アメリカ軍は日本艦隊の正確な目的地、戦力、そして攻撃のタイミングまでを事前に掌握し、ミッドウェー沖に3隻の空母を密かに配備して待ち伏せの刃を研ぎ澄ませていたのである。あの出撃の時、我々はただ喜ぶだけでした。よし、行くぞと艦内は沸き立っていたんです。周りを見渡せば、日本海軍が誇る何十隻もの巨大な大艦隊が海を埋め尽くしている。それはもう見事なものでした。連戦連勝で負けることなど誰もこれっぽっちも考えていなかった。死ぬために戦争に行っているはずなのに、死ぬことなど全く頭にない。恐ろしいほどの慢心でした。連戦連勝のおごりに酔いしれる連合艦隊の中で、極めて冷徹に戦局を見つめる男がいた。空母蒼龍と飛龍からなる第二航空戦隊を率いる司令官山口多門である。彼は米海軍がすでに真珠湾の打撃から立ち直り、並々ならぬ決意で待ち構えている可能性を直感していた。アメリカで学び、その巨大な工業力と合理主義を身をもって知る山口にとって、情報収集を軽視し希望的観測に基づいたずさんな作戦計画は到底容認できるものではなかった。しかし最高指導部である山本五十六連合艦隊司令長官や第一機動部隊を率いる南雲忠一中将の采配には、もはや後戻りのできない慢心というブレーキの壊れた歯車が組み込まれていた。圧倒的な戦力を集中させず、陽動や占領を兼ねた複雑な二重の目的を持たせた作戦、索敵計画の甘さ、そして何より
敵の暗号解読などありえないという根拠のない自信。山口多聞の胸の内に渦巻く焦燥を乗せたまま、巨大な空母軍はすでに敵が口を開けて待つ死の海域へと静かに、そして確実に滑り込んでいったのである。運命の日、1942年6月5日午前4時30分、南雲忠一中将率いる第一機動部隊はミッドウェー島に対する第一次攻撃隊108機を発進させた。空母赤城、加賀、宗龍、飛龍の飛行甲板から次々と飛び立つ精鋭たちの姿は、無敵日本海軍の威容を象徴するものであった。しかしこの時すでに彼らは致命的な過ちを犯していた。第一機動部隊の作戦目的はミッドウェー島の攻略支援と出現するかもしれない敵機動部隊の撃滅という相反する2つの任務を帯びていたのである。本来広大な海原で敵艦隊を捕捉するためには、何よりも広範囲かつ厳密な索敵が不可欠である。だが連戦連勝のおごりに浸る司令部は、敵空母はまだハワイ付近にいるはずだという希望的観測を抱き、索敵機の数を極端に絞り込んでいた。しかも従巡洋艦利根から発進するはずの索敵機はカタパルトの故障により出発が30分以上も遅れていた。この一見些細な遅れが後に日本帝国海軍の屋台骨を揺るがす巨大な亀裂となっていくことを、この時の彼らは知る由もなかった。午前7時15分、ミッドウェー島を爆撃した第一次攻撃隊の隊長友永丈一大尉から第二次攻撃の用ありとの打電が入る。敵基地の対空砲火は激しく、滑走路を完全に破壊するには至らなかったのだ。この報告を受けた南雲司令部は致命的な決断を下す。敵の空母は存在しないと判断し、艦隊の迎撃用に待機させていた第二次攻撃隊の兵装を艦船攻撃用の魚雷から陸上基地攻撃用の陸用爆弾へと転換するよう命じたのである。全長数メートル、重さ800キロにも及ぶ巨大な魚雷と爆弾、これを狭く揺れる空母の格納庫内で付け替える作業は、熟練の整備兵であっても数時間を要する過酷な重労働であった。命令が下された瞬間、4隻の空母の格納庫は地獄のような大混乱へと陥った。弾薬庫から引き出された爆弾と機体から外された魚雷が足の踏み場もないほど乱雑に転がり、兵士たちの怒号と汗が飛び交う。だがその直後の午前7時28分、遅れて発進していた利根の索敵機から信じられない報告がもたらされた。敵らしきもの10隻見ゆ、待ち伏せなどありえないはずの海域にアメリカ艦隊が出現したのである。魚雷から爆弾へ、そして再び魚雷へ。この致命的な時間の浪費がもたらす恐るべき結末を第2航空戦隊司令官山口多聞はすでに見透かしていた。彼が重んじる空母決戦の絶対の真理、それはいかに早く先制攻撃を仕掛けるかという一点に尽きる。飛行甲板を破壊されれば空母はたちまち無力な鉄の箱と化す。敵の機動部隊が出現した以上、悠長に魚雷へ付け替えている時間などない。山口は南雲司令部に対し即座に発砲信号を送った。現装備のまま攻撃隊直ちに発進せしむるをしとうと認む。陸上用の爆弾のままでも構わない。とにかく犠牲を払ってでも今すぐ敵空母の飛行甲板を叩けという血を吐くような進言であった。しかし南雲中将と久坂参謀長はこの悲痛な提案を退ける。敵戦闘機の迎撃が予想される中、護衛のゼロ戦を伴わない丸裸の突撃はあまりに無謀であること、そして何より
上空で燃料の限界が迫るミッドウェー空襲隊を海に捨てるわけにはいかないという戦術的な正論が彼らを縛っていたのだ。定石と人命を重んじた第一航空艦隊司令部と常識を捨ててでも先制攻撃にかけようとした山口多聞。極限の状況下で下されたこの決断により、結果として南雲機動部隊は敵の懐深くで最も無防備な状態のまま取り返しのつかない時間を浪費し続けることとなったのである。戦後長きにわたって語り継がれてきたミッドウェー海戦の神話がある。運命の5分間。日本の空母の飛行甲板には今まさに飛び立たんとする攻撃隊がずらりと並び、あと5分あれば発艦できた。その絶好のタイミングで不運にも敵の急降下爆撃を受けたという悲劇的な物語である。淵田光雄中佐らの証言によって流布したこの物語は、日本の敗北を不運のせいにし、上層部の作戦指導の失敗を覆い隠すための巨大なまやかしであった。近年の日米双方の公文書開示や歴史的検証の金字塔であるシャタードソードなどの研究によって、この神話は完全に粉砕されている。真実はこうだ。アメリカ軍の爆撃機が襲来した午前10時20分過ぎ、日本空母の飛行甲板には発艦準備を整えた攻撃隊など一機も並んでいなかった。機関機の収容と度重なる敵機の攻撃を回避するための旋回運動により、攻撃隊を甲板に引き上げる余裕など全くなかったのである。甲板にいたのは上空を護衛するわずかなゼロ戦のみであった。敗北は不運でも奇跡でもない。情報戦の敗北、硬直化した組織の意思決定、そして慢心が生み出した必然がついにその牙を剥いた瞬間であった。当たると思った瞬間でした。大音響とともに顔面を鉄棒で全力で殴られたような衝撃を受けて体が吹き飛ばされました。気がつくと頭から血がドクドクと流れて左目が見えない。爆弾の破片が凄まじいんです。甲板にいた兵士たちは皆血だらけになっていました。パニックになった血だらけの兵たちが艦首の方へ駆け出していくと、そこにいた上官が「バカモン、これくらいの傷でどうする?」と怒鳴りつけていた。消火なんて次元じゃない。息のある兵隊たちが「水、水!」と叫んでいましたが、次々と魚雷が誘爆して、まさに火薬庫の中の地獄でした。午前10時22分からわずか数分間の間に世界最強を誇った第一機動部隊は壊滅した。暗号解読によって待ち伏せの網を張っていたアメリカ海軍は3つの空母飛行隊からなる急降下爆撃機を一挙に投入。防空の隙を突き死の急降下を見舞ったのである。加賀に4発、宗龍に3発、そして旗艦赤城に1発の爆弾が命中。日本独自の密閉式格納庫の構造はかえって爆風の逃げ場を奪い、散乱していた兵装と燃料による凄惨な誘爆の連鎖を引き起こした。ダメージコントロールの概念すら希薄だった日本の空母は文字通り内部から食い破られ、炎の地獄と化して海上を漂う巨大な棺桶となったのである。沈みゆく3隻の空母と阿鼻叫喚の海、無敵神話は太平洋の木窟と消え去った。だが絶望の淵に沈む機動部隊にあって、ただ一隻まだ死に体となっていない空母があった。炎上する遊軍艦の惨状を血をにじませるように見つめる男の乗る艦、空母飛龍である。第二航空戦隊司令官山口多門は提督としての最後の決断を下そうとしていた。午前10時25分、第一機動部隊の主力である3隻の空母が炎の海に沈んでいく中、旗艦
赤城からの通信は完全に途絶した。指揮系統が崩壊し、南雲中将ら司令部幕僚たちが炎上する赤城から駆逐艦へと移乗を余儀なくされるという大混乱の最中、ただ一隻無傷で残された第2航空戦隊の空母飛龍は独自の判断で行動を開始していた。司令官山口多門少将はもはや艦隊としての組織的戦闘が不可能であることを悟っていた。第一航空艦隊が誇った圧倒的な打撃力は失われ、制空権は完全にアメリカ軍の手に落ちている。広大な海原でたった一隻の空母が優勢な敵機動部隊に対して反撃を試みることは、戦術的合理性から見れば自殺行為に等しい。しかし山口は即座に艦隊の残存艦艇に向けて発航信号を送る。我今より航空戦の指揮を執る。そして飛龍艦長各留尾大佐に対し、直ちに全航空兵力をもって敵空母を強襲するよう命じたのである。山口の冷徹な戦術眼はここでも一切の猶予を許さなかった。敵の第一次攻撃隊が旗艦の戸についている今こそが、敵空母の飛行甲板が最も混乱している瞬間である。彼は索敵機による正確な位置情報の報告を待つことなく、敵の機関機を追跡するという極めて野蛮かつ確実な方法でアメリカ艦隊の喉元に食らいつくことを決断した。午前10時58分、小林隊率いる第1波攻撃隊24機が発進。彼らは文字通りアメリカ軍の急降下爆撃機の後を追うように飛行し、敵艦隊の上空へと到達した。しかしそこには開戦以来日本海軍が経験したことのない分厚い防空システムが待ち構えていた。アメリカ艦隊は最新の対空レーダーによって日本機の接近をいち早く探知し、 F4 F ワイルドキャット戦闘機による強固な空中哨戒を配置していたのである。ゼロ戦が次々と撃墜され、苛烈な対空砲火が弾幕を張る中、小林隊をはじめとする急降下爆撃隊はただ一点、空母ヨークタウンの飛行甲板を目指して死のダイブを敢行した。結果として3発の爆弾がヨークタウンに命中。艦内は黒煙に包まれ、ボイラー室へのダメージにより航行不能へと追い込まれた。小林隊は被弾炎上しながらも見事に敵空母1隻を無力化するという代償を払ったのである。帰還できたのは爆撃機18機中わずか5機という全滅に近い損害であった。午後1時30分、飛龍から第2次攻撃隊が発進する。指揮を執るのは朝のミッドウェー島空襲から帰還したばかりの友永丈一大尉であった。この時飛龍に残されていた航空戦力は魚雷を抱えた艦上攻撃機10機と護衛のゼロ戦6機のみ。第一機動部隊が誇った数百機の航空戦力は今やこのわずか16機へとすり減っていた。さらに友永大尉の上機は左翼の燃料タンクが破損しており、往復の燃料を積むことができない片道切符の特攻機であった。山口多門は死地へと赴く部下たちを艦橋から見送った。冷徹な戦術家である彼もまた、この攻撃が戦局を覆すものではなく、一矢を報いるための破滅的な特攻であることを理解していたのである。それでもなお、攻撃の手を緩めることは許されない。それが国運を背負って最前線に立つ指揮官に課せられた血塗られた義務であった。午後2時45分、友永率いる97艦攻隊はついに敵空母を捕捉し、猛烈な雷撃戦を展開した。彼らが視認した空母は煙を上げておらず高速で航行していた。そのため友永たちは無傷のもう一隻の敵空母を発見したと判断し、集中攻撃を加えた。2本の魚雷が命中し、その巨大な艦隊は大きく傾斜していく。
友永大尉の機体は対空砲火に直撃され、海面に激突して参加した。飛龍の艦橋に敵空母2隻撃沈の報告が届いた時、艦内には歓声が沸き起こった。山口多門もまたこれで日米の空母勢力は2対2の互角に持ち込んだと信じた。しかしそれはアメリカ軍がもたらした恐るべき錯覚であった。友永隊が来撃した空母は新手の空母などではない。第1波の小林隊が爆撃し航行不能に陥ったはずのヨークタウンそのものであったのだ。アメリカ海軍の卓越したダメージコントロール能力はわずか数時間で火災を鎮火し、ボイラーを復旧させ、応急処置で飛行甲板を埋め直していたのである。日本軍が2隻の空母を葬ったと誤認したその瞬間、アメリカ軍は無傷のエンタープライズとホーネットから飛龍にとどめを刺すための急降下爆撃機部隊をすでに空へと放っていた。視力を見せた攻撃から飛龍に帰還すると、艦橋のあたりは騒然としていました。息つく暇もなく、報告もそこそこに、搭乗員室で配られた戦闘配食の握り飯を食べ始めたんです。ようやく一息つこうとしたその途端でした。けたたましい対空戦闘のラッパが鳴り響いた。ああ、来たなと思った次の瞬間、ダダダーンという地響きとともに爆弾が命中しました。飯を食っていた我々の頭上の甲板がえぐり取られ、猛烈な火災が起きた。あの飛龍もついに他の3隻と同じ運命をたどることになったんです。午後5時3分、アメリカ軍の空母エンタープライズとホーネットから飛来した SBD ドーントレス急降下爆撃機の群れが孤軍奮闘を続けていた飛龍の頭上に死の雨を降らせた。直縁のゼロ戦隊はすでに疲労の極地にあり、殺到する敵機を防ぎきることは不可能であった。飛行甲板全部に4発の爆弾が命中。甲板は無残にえぐり取られ、猛烈な火災が発生した。機関室への通信も断たれ、飛龍はついにその息の根を止められたのである。第一機動部隊の空母4隻はここにおいて完全に壊滅した。夜が明けようとする6月5日午前4時30分、総員退艦の命令が下される。傾斜した甲板に集まった生存者たちを前に、第2航空戦隊司令官山口多門少将は軍人としての最後の美学を貫く決断を下した。皆が一生懸命努力したけれども、この通り本艦もやられてしまった。力尽きて陛下の艦をここに沈めなければならなくなったことは極めて残念である。自分は艦と運命を共にするが、皆は生き残って陛下にご奉公してほしい。彼は一切の言い訳をせず、敗戦の全責任を一身に背負い、飛龍の環境に自身を縛り付けるよう命じたのである。アメリカの合理的戦術と思想を誰よりも理解し、先制攻撃の絶対的真理を説きながらも、硬直した組織の壁に阻まれた東証は、沈みゆく鉄の城とともに冷たい深海へとその身を沈めていった。艦長から総員退艦の命令を受け、生き残った我々は近くの駆逐艦に乗り移りました。それでも火だるまになった飛龍はまだ沈まなかった。いつまでも浮かんでいる空母はアメリカ軍に戦利品として並行され、軍事機密が敵に渡ってしまう。そういう非常な判断から、私たちの乗り移った味方の駆逐艦から飛龍に向けて2発の魚雷が発射されたんです。自らの手で母艦を撃沈した。しかも責任を取って残られた各艦長と柳口司令官も一緒に乗ったままの艦をです。目の前で沈んでいく艦を見つめながら、そんなこと信じられますか？ミッドウェー海戦における戦死者は日本側3057名、
アメリカ側362名。開戦以来無敵を誇った日本海軍の主力機動部隊はこの絶海の孤島で事実上消滅した。しかし大本営はこの壊滅的な事実を国民から隠蔽する。真実を知る生存者たちは外部との接触を断たれた隔離施設へと送られ、国内では敵空母2隻撃沈、我が方の損害は空母1隻喪失という大本営発表による虚構の勝利が報じられた。不都合な真実を覆い隠し、希望的観測を事実とすり替える組織の病理、それは開戦の敗因そのものであった。アメリカ海軍は情報という目に見えない無形の力を最大限に活用し、合理的なシステムと連携によって勝利をつかんだ。対する日本軍は過去の成功体験に固執し、情報の客観的分析を怠り、指揮官たちのおごりによって自ら罠へと足を踏み入れたのである。あれから80年以上の歳月が流れた。現代社会を生きる我々は果たしてこの歴史から何を学んだだろうか。データを無視した精神論、都合の悪い情報の隠蔽、そして硬直化した意思決定プロセス。ミッドウェーで日本帝国海軍を蝕んだ病は現代の国家や企業、そして我々自身のうちにも依然として潜んでいるのではないか。北太平洋水深5400メートルの海底、永遠の暗闇に沈む巨大な鉄の残骸とそこに眠るあまたの魂は冷たい沈黙を通して今もなお我々に問いかけ続けている。おごれる者は必ず滅びるという歴史の冷徹な真理を。